いきなりですが皆さんに質問です。世界遺産高野山へお参りするとき、車や電車、ケーブルカーを使って直接向かっていませんか？もしそうだとしたら、実はそれみんな間違っているんです。現代のほとんどの人が知らない本当の高野山参詣の順序。1200年前の古来の絶対ルールでは、高野山に足を踏み入れる前に必ずある秘境の神社に立ち寄り、お祓いを受けなければなりませんでした。なぜ仏教の最高の聖地に行くのにわざわざ神道の神社で許しを得る必要があったのか。今回は皆さんの高野山参詣の常識を根底から覆す、若き日の空海と強大な神様との間に交わされた壮絶な契約と封印された聖地の謎に迫ります。高野山へ向かう1200年の歴史を持つ表参道長石道、109メートルごとに石の柱が立つこの険しい山道を登っていくと、途中で突如として不自然な2つの鳥居が現れます。実は昔の人々はここから高野山へ直接向かうのではなく、わざわざ険しい山を降り、下界と隔絶された秘境荷宇姫神社へと向かいました。なぜそんな過酷な寄り道をしたのか。それはこの秘境におわす絶対的な神にお祓いを受けなければ、高野山の結界に足を踏み入れることすら許されなかったからです。絶対的な神とは。でもその前にここで大きな疑問が浮かびませんか？そもそもなぜ仏教聖地である高野山へ行く前に神道である神社なのでしょうか。その答えは空海がこの秘境で遭遇したある奇跡的な出来事に隠されていました。高野山への侵入を阻むのは、その正体は荷宇姫の狼、あらゆる魔を食らい尽くす荷という血のような赤い水銀鉱石を司る底知れぬ力を持った恐るべき女神です。古代から不老不死の飛躍とも強烈な毒ともされた水銀。この呪術的な力を持つ女神は、かつて神宮皇后の軍勢を血のように赤く染め上げて勝利に導き、あの元寇元門公襲来の際には見えざる神の力で大軍勢を海の木図に変えたという最強にして無敵の戦いの神でもありました。1200年前、密教の究極の道場を求めて神石未踏の山々をさまよっていた若き空海は、天野の里の柳沢明神でこの強大な女神と正面から激突します。広大な高野山の真の支配者である女神は空海にこう告げました。私の土地をくれてやろう。その代わり私を高野山の絶対的な守護神として永遠に崇め続けよう。それは単なる土地の譲渡などではありません。一歩間違えれば命すら飲み込まれる神と天才僧侶の壮絶な密約。仏教の最高聖地に足を踏み入れる前に、なぜ神社でお祓いが必要なのか。それはこの時に交わされた恐るべき血の契約を1200年経った今も絶対に破ってはならないからです。しかし神との契約を交わしたとはいえ、目の前に広がるのは魔物が潜む底なしの深い山林です。空海は一体どうやって道場の中心となるピンポイントな聖地を見つけ出したのでしょうか。その背景には人知を超えた異形の存在たちの暗躍があったのです。死の危険すらある高野山の奥深くへ足を踏み入れた空海は、その前に突如として姿を現したのはこの世のものとは思えない一人の狩人でした。漆黒の闇に溶け込むようなその狩人は、弓を携え不気味なほど美しい白と黒2頭の犬を従えていました。なんとこの狩人こそ荷宇姫狼の息子である高野巫女の狼が化身した姿だったのです。空海はこの人間離れした存在と魔剣たちに導かれ、ついに結界の中心高野山へと到達します。しかもこの2頭の犬、ただの道案内ではありません。伝説によればこの犬たちは高野山周辺に潜む悪い魔物を次々と退治し、後年あの魔王織田信長の大軍勢が高野山を焼き討ちにしようと攻め込んできた際にも、猛然と牙を向いて信長軍をパニックに陥れ山から追い払ったというのです。現在でも荷宇姫神社にはこの恐るべき犬たちの血を引く白と黒の奇襲剣が飼われており、月に一度だけその鋭い眼光を表します。空海を導き魔王の軍勢すら震え上がらせた最強の御神剣が1200年経った今もこの秘境を睨みつけて守り続けているのです。神と契約し異形の犬に導かれて開かれた高野山。しかしこの恐るべき秘境を聖地として見抜いていた超人が空海より100年も前に存在したことをご存知でしょうか。その人物とは鬼神を意の馬に操ったとされる修験道の開祖円の小津、すなわち円の行者です。空海が密教を学ぶずっと前から円の行者はこの荷宇姫神社を含むエリアを厳しい修行を行う霊地としてすでに見定めていました。かつてのこの境内には仏教の下方塔などがひしめき合い、呪術的な修行を行う山伏たちが集うカオスでエネルギッシュな場所でした。
明治時代の神仏分離でお寺の建物は壊されてしまいましたが、今でも境内には修験者たちが残した石碑や円の行者の石像が祀られている脇の宿石寿司がひっそりと残されています。空海の密教がここで開いたのは、円の行者が切り開いた強烈な信仰の土台があったからこそなのです。いかがだったでしょうか。高野村へ向かう前に三内姫神社を訪れる本当の三毛順序の意味がお分かりいただけたかと思います。強大な女神との契約、白黒の犬を連れた狩人の導き、そして鬼を操る呪術たちの痕跡。皆さんが知る高野山の裏側にはこんなにも刺激的でミステリアスなドラマが隠されていました。次に高野山へ行くときは、ぜひ皆さんもこの七夜に立ち寄って世紀の順序で参謀し、1200年前の奇跡の瞬間に思いを馳せてみてください。高野山の見え方がきっと劇的に変わるはずです。今回の動画が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。